タンクマ北店のクリス正弘でございます。今日はタチウオを使って、料理を3品考えております。まずは塩焼き作りたいと思ってます。ではまずタチウオの頭をね外しますね。気をつけるところは口元に牙のようなものがありますので、そこに引っかからないように気をつけてもらって、頭を外しました。でお腹を尻尾の方ももうここから先は使いませんので、この辺りで尻尾は落とします。お腹を開けますけども、通常の魚と同じようにおへそのところからずっと包丁を逆包丁でずっと入れていきます。細長い魚は内臓も細長いですので、こういうところが一旦水洗いしないといけませんけどね。血合いみたいなものがどうしてもありますので、それを取り除くのときれいに洗うということですね。通常の魚と何ら変わりません。ハモなんかと違って身は結構柔らかいですから、あんまり激しく扱わないようにします。表面の銀箔は取らないで、そのままで進めていきます。この銀箔もタチウオの特徴ですので、口に触るような鱗は特にないんで、この銀箔が鱗代わりだというふうにおっしゃいますけども、ここから包丁を入れてずっとお腹のおへそのところですね、おへそのところからまっすぐ尻尾のところまでまず包丁を入れます。戻ってもう一回真ん中の骨のところまで入れます。次はお腹の骨ですね。お腹の骨のところをちょっと包丁を立てるようにして、でここで身が割れますので、できるだけ本当はこうめくらない方がいいんですけど、真ん中の骨の上側までいっておきます。今度は裏返して反対側の背中の方、ヒレのちょうどつながっているところですね。ヒレが身とつながっているところに当然骨があるわけですから、そこのところを狙って包丁を進めていきます。2回目は骨の上をいってるかどうか確認しながら、身がそんなに分厚くないのでね、骨の上にちゃんと包丁が乗ってるかどうかですね。でこちら側もやっぱり真ん中の骨の上のあたりまで包丁を入れておかないとおろしにくいので、ここまで入れたら、今度は今切ったところのお腹の側ですね、一番最初に切った反対側になります。これも身をできるだけ残さないように、ここに普通の魚はヒレがあるんですけど、尻びれみたいなのがもう退化してます。だからヒレがありません。
ヒレがないのでちょっと分かりにくいかもしれませんね。で一番最初に包丁を入れたおへそのとこがここです。ここがへそのとこになりますけど、それよりも後ろのあたりまで内臓があります。でこのあたりから包丁を立てないと腹骨を切っていかないからね。これで最後までいきました。向こう側のところとつながるようにこういうふうに押します。これで骨の形ですね。こういう骨があって、こういう骨があってっていうのが分かりますよね。一番最初にここはもう切れてますので、これをまた裏返して魚体をまっすぐにしてヒレのちょっと上ですね。ヒレのちょっと上のところから包丁を進めていきます。そうすると真ん中の骨の上に刃が乗りますから、2回目で真ん中の骨の上ですね。真ん中の骨の上にきますと、最初にもう向こう側から切ってありますから自然と外れます。でこういうふうに外れて、2つの身と真ん中の骨ということに、タチウオの三枚おろしはこれで終わりですね。でこの薄っぺらい骨も骨せんべいにできますので、特にここあたりからこうざっとカットしていってですね、硬い部分と柔らかい部分に分けていけば骨せんべいがヒレのせんべいみたいなもんですけどね。腹骨もほぼまっすぐにありますので、こういうところから包丁を入れて身が薄いですから、あんまり包丁を入れすぎるとなくなってしまいますよ。骨の方ですね。骨の方に包丁を沿わせて、包丁を自分の押さえてる手の方に向けてこういうふうにすくい取るようにすることによってきれいに腹骨が取れます。まだここちょっと残ってますけど、これでもここずっと骨はなくなりました。であとは真ん中の骨がありますので、真ん中の骨は骨抜きで抜きます。普通の魚でもここに細かい骨が入ってるんですけども、もちろんタチウオもあります。でこれを丁寧に抜かないと食べた人はうわってなりますよね。口の中に骨が入ってくるので、他の魚よりもね結構少ないですね。もう自分の指先で感じなければ大丈夫だと思います。内臓をくるんでる膜みたいなものもきれいに、ちょっと黒くなってるところはタオルで拭けば取れますので、こういうふうにして細い部分、それから真ん中の部分、そして太い部分ですね、それに分けるわけです。お腹の広くなってる太い部分は塩焼きにします。真ん中のパーツはけんちん蒸しに使います。
ここから後ろは尻尾の細い部分ですので、ごぼうに巻きつけて八幡巻きにします。こういうふうに分けて料理をしていきます。真ん中の部分を使ってですね、焼きます。これに包丁目を入れていきます。皮目に包丁目を入れないと串が打ちにくいので、骨切りをしているわけじゃないんですよ。皮に包丁目を入れることによって曲がりやすくなるんで、こういうふうにしてですね、曲がりやすくなるんですよね。こっちの方は突っ張ってしまって曲がりにくいですけど、包丁目を入れることによってこれがぐるっと曲がります。こういうふうに折り曲げやすくなりますよね。でここに入れて、こっちはまっすぐ。3本ぐらい串を打ちまして。筒状に串を打つのって何打ち？これはですね、片妻折りと言います。ここが曲がってて、こっちがまっすぐですね。それで振り状ですね。本当に塩だけです。何も細工なし。この電気の魚焼きグリラーで焼いてます。炭火でも同じことです。結構炭を生こしたところから、そうですね、だいたい10センチぐらい上がってるところで焼くのが塩焼きの場合は適してます。ものによってはもっと外さないと焦げてしまう時がありますけど、で中まで火が通りやすいようにするためにこういうカバーを、これでこの中に熱がこもりますので、ちょっと巻いてありましたよね。巻いてあったところは火が通りにくいので、ちょっとこういう風な工夫をしないと。軽い蒸し焼きですね蒸すわけではないんですけども、自然に下に水が溜めてあるところの蒸気がもう上がってきますし、本体自体が持ってる水分が加熱されて全体に回っていきますので、そういう風な自然の蒸し焼きみたいなものですね。この上に蓋をするのは、その片妻巻きの時だけする形ですか？身の分厚いブリとかそういったものを焼く時もやります。熱をこもらせるのが目的なんですか？これはそうですね。はい。焦げ目が甘いですね。香ばしさっていうのも料理っていうのは大事なので、全く焦げ目をつけずに焼く方法もできないことはないんです。火を弱くしておけば焦げませんから、ゆっくりと全体に焼いてるんですけども蒸してるみたいな火の入れ方をすることもできます。これの場合はもう魚の皮目にある油を焦がして、魚の持ってる油でジュクジュクジュクってここでうまみが凝縮されていくっていうのが美味しい焼き方なんですね。これでちょっとほらグジュグジュグジュってなってるでしょ。油が煮えてるみたいになってる。これが大事なんです。こういうふうにもう少し油の乗ってない魚を焼いてもこうはならないんです。そうすると油を加えないといけない。先ほど回し串されてましたけど、この回し串をするタイミングっていうのはどのぐらいでするのがいいとか？60% ぐらい火が通った状態で回しておくとスッと抜けます。これは油乗ってますからスッと抜けますけど、身質がしっかりした身質のものですね。グジとかタイとかギュッて掴むんですよね、この串を、身が。そうすると取れなくなるんですよね。これをキュッキュッて回るかどうかですよね。これは回るということは抜けやすいという。でこのお酒を振るのは、魚の生臭みを消してくれます。お酒の中のアルコール
それから糖分全部持ってますから、塩焼きがより美味しくなります。でほぼもうこれは火が通ってて、あとは一番美味しそうな焼き色になったかなっていうところですね。これで焼き上がりになります。お箸でこれを押さえてすると、あしらいとしてこれは甘く炊いた柚子ですね。柚子を甘く炊いてここに添えてあげると、レモンを絞って食べると美味しいんです。まあこれ振っても振らなくてもいいんですけども、まあ懐式って下に引くものだけじゃなくて上に乗せるのも懐式と言います。はい、タチウオの塩焼きの完成です。全体にかけて温かい日本料理アカデミーの焼き場の仕事を詳細に解説する日本料理大全シリーズ焼き場の缶がいよいよ3月末に完成いたします。加熱で食材にどのような変化が生じるのか、加熱による変化をコントロールするには下処理が重要な役割を果たすことなどを科学的に詳しく解説しております。料理人が自分の焼き物をどのように仕上げるのかを考えるための今までになかった解説書です。ぜひ買って参考にしてください。詳しくは概要欄をご覧ください。